皆さんこんにちは。今日はストレート法で作る基本の食パンを作ります。今回は1斤分1玉 235g× 2つ分です。それでは材料の説明です。強力粉 260g、水 167g、生イースト 5.2g、砂糖 20g、塩 5.2g、ホイップクリーム 8g、全卵 13g、無塩バター 16g、以上です。生イーストを溶かす場合は20度ぐらいの水で溶かしておいてください。粉の温度を測ります。こね上げ温度は食パンの場合は28度ぐらいが良いです。パン作りは温度の管理が重要です。ぬるま湯で混ぜるってあるけど、何度くらいなのか環境によって違いますよね。簡単な計算方法をまとめてあります。こね上げた時に理想の温度に近づけてください。バター以外の材料をボウルに入れます。生イーストが溶けきっていない場合、すべて流し入れてください。約2分くらい粉っ気がなくなるまで混ぜ合わせます。コシをしっかりと入れて力を込めて行いましょう。この作業は生地の中のグルテンを鍛え、粘りを出すためのものです。指やカードに生地がつくと分量が変わってしまいますので、ちゃんと落とすようにしておいてください。生地が台につかなくなってきたので、叩きに入ります。慣れないうちは両手でやってもいいです。慣れてくると片手でできるようになってきます。力いっぱい叩きつけなくてもいいです。あまり力が強いと生地を傷めてしまいます。途中でグルテンチェックをします。まだ力を入れると破れてしまいますね。薄く伸びて指が透けて見えるぐらいになったら大丈夫です。バターは常温に戻しておいてください。
バターを入れてこねると一度まとまった生地がベタついてきます。一度ベタつきますが、こねていくとまたまとまっていきます。ここでもカードや指についた生地はちゃんと取っておきます。生地が台につかなくなってきたら叩きに移ります。だいたい8分程度ですけれども、グルテンチェックをしながら調整してください。グルテンチェックをします。薄い膜ができていますね。ショートニングやオイルスプレーは味や香りに影響がないのでおすすめです。パン作りの生地は常に貼るように心がけてください。ここで生地のこね上げ温度が26度から28度だと理想的です。生地が乾かないようにしてください。ここで一次発酵に入ります。30度で90分。60分の段階で一度パンチを入れます。台に打ち粉します。きれいな弁が下になるようにボウルから生地を取り出します。軽く押さえてガスを抜いて、生地の上から3分の1を貼るように折り込みます。次に下から3分の1を貼るように折り込みます。同じように左から3分の1、右から3分の1折り込みます。生地を傷つけないように気をつけてください。合わせ目を下にして表面を貼るようにしてください。90分のうちあと30分同じように発酵させます。元の生地より2倍ぐらいに膨らんでいますね。一次発酵がちゃんとできているか確認してみます。いい感じで発酵できてます。きれいな面を下にしてボウルから取り出します。生地の分割をします。偏るといけないので、はかりを使ってください。生地を丸めます。この時、丸くするだけでなく、表面を張らせることを意識してください。生地が乾かないように固く絞った濡れ布巾を軽くかぶせ、約20分休ませます。この時、ラップはくっついてしまい、生地を傷めるのでおすすめしません。20分後、生地が緩んで膨らんでいますね。成形を行います。なるべく四角形になるように形を整えながらガスを抜いてください。ガスはしっかり抜いてくださいね。成形の形にもいろいろありますが、今回は俵型で成形します。
生地の向こう側から巻いていきますが、強く巻きすぎると生地が切れたりするので注意してください。強く巻くより表面を張るイメージです。使用する方に油脂を塗ってください。二次発酵をさせます。38度で60分発酵させます。オーブンの発酵機能を使う場合、60分オーブンで発酵させると、オーブンの余熱が取れないので、20分ほど早く出し、温かいところに置いておきます。この時点でオーブンの余熱は終わっていてください。これから余熱すると生地が膨らみすぎてしまいます。型の蓋にも忘れずに油脂を塗っておいてください。230度のオーブンで30分焼き上げます。毎回蓋を開けるときが一番緊張します。あ、いい色で焼けてます。よくガンガンやってますが、取り出しやすくするだけでなく、コショレを防ぐためにも大切な作業です。綺麗に焼き上がり、とても美味しそうです。切るときは冷ましてから切ってくださいね。本当にしっとりふわふわで美味しそうです。パン作りはちょっと手間ですが、家で焼きたてが食べられると思うと頑張れますね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。気に入っていただけたらご登録お願いいたします。